皆さんこんにちは、石野花穂です。今回は縦角がまっすぐ描けない人の共通点3つということでお話しさせていただきます。まっすぐ引きたいのに右の方に曲がってしまうとか、縦線になるとついつい緊張してしまってまっすぐ引かなきゃって思った途端にブレますみたいな、そういった生徒さんやそういったお声をよくいただきますので、今日はそういったお悩みに答えていきたいかなと思ってます。これさえできればめちゃくちゃ良くなるのにっていう簡単なポイント3つあります。1つ目が筆を立てる、2つ目が腕を動かす、3つ目が筆を多面的に使う。この3つのポイントを押さえて書くことによって縦線が今まで全然書けなかった方でも今日から書けるようになります。ぜひ最後までご覧ください。縦角がまっすぐ引けない人の共通点、1つ目は筆が立っていないですね。これどういうことかと言いますと、ちょっと実際に書きながらお見せしますね。例えば縦角が苦手な人、こういうところめちゃめちゃ緊張しません？よし、今までいい感じにすごい書けてきたぞ、最終角の縦線とかやばいですよね。これ確実なものにしていきたいです。で、縦角が苦手な人ってどういう運筆の動作を取るかっていうと、ちょっと今鼻の縦角だけ書いてみますね。ダメな例ですよ、これ。よくある特徴的な書き方です。はい、しっかり定めました。緊張して置いてます。いい場所に行きました。ちょっと今すごい悪い例です。めちゃめちゃ悪い例です。もう一回ぐらいいきますか、悪い例。例えばめっちゃ真剣で素晴らしいじゃないですか。でもダメな例でした。さあ皆さん、今からいい例を書きますので、何が違ったかっていうのを見つけてみてください。これ正解できた方結構すごいです。これがいい例です。ここの運筆動作に注目です。はい、こんな感じですね。いい例とダメな例、何が違ったかっていうと、筆が立ってるか寝てるかの違いですね。ダメな方の例を書くとき、私筆わざと寝かして書きました。寝かせてるっていうのはここが滑り台形状になっていて、なんかスルーっても滑れそうな感じしません？ゾウさんの花みたいな、なんかそうやって書くとすごい薄っぺらな線になったりとか、縦線もちょっとゆらゆらしたりとかしやすくなるんですよね。ところが起筆、ここですね、線のスタート、始筆とも言いますね。この時に筆を立てる、こういった感じ、ここの部分を紙に対して垂直に起こしてみてくださいね。こうすると紙に毛先がしっかり食い込む感覚がすると思うんです。めちゃくちゃ安定するみたいな、そんな安定感を得た上で運んでいくと全然ブレないしっかりとした縦線を引くことにつながっていくっていうことなんですね。で、これ2回目に引いた悪い例なんですけど、1回立てる動作をする、これ誰でもできるんですよ。みんなできる。でもその後でまたすぐに寝てしまうっていう人が続出してます。こうなるとせっかく立てた意味がないんですよね。1回立てますよね。そしたら立てた動作、この毛の曲がり方見ててくださいね。運筆する時にもこの毛の曲がり方をキープする。そうすると本当に輪郭のくっきりとした美しい縦線に仕上がってくれる上にまっすぐ描ける感じなんです。なのでぜひ縦線が苦手な方はこの運筆動作、起筆特に注意して筆を立てる動作を行ってみてください。縦角がまっすぐ引けない人の共通点2つ目は腕が動いていないですね。腕ってどこのことかというと、肩から手首にかけて、ここの動きが足りない人が多いっていうことですね。縦線引く時ってもうこれ何回も YouTube でお伝えしてるんですけど、この腕の曲げ伸ばしの動作がめちゃくちゃ大事になってくるんですね。もしここ動かさないで縦線書いてみますよ。そうするとわかります？こう指のこの引く動作だけで縦線を書くことになるので、右利きの人だったら必ずと言っていいほど右に曲がってしまいます。右に曲がるんだよっていう傾向のある方はきっと無意識のうちに中指と人差し指を使って筆管を押してる可能性がある、押しすぎてる可能性が高いです。そうすると右に曲がります。ですから私が今日お伝えしたいのは、
なるべく指は使わずに、この肘の曲げたり伸ばしたり、ここの角度見ててくださいね。ここの角度広がりました。はい、縮まりました。広がりました。縮まりました。ここですね。この角度ちょっとコントロールしてみてください。いきます。起筆しましたよ。筆、さっき言った通り筆立てました。紙に対して垂直に穂先を起こしましたよ。よし、じゃあ次運筆動作いけますよね。肘をどんどん外側に張り出していきます。曲げていくわけですね。わかります？この肘がどんどん外側に張り出したの。最初の起筆時こんな感じだったと思うんですけど、収筆の時にここにいましたね。肘の位置、ここからここに移動しましたね。こんな感じで自由に動ける必要があるんです。全然違いますよね。肘内側入った、肘外側行った、内側入った、外側行った、この動作です。必ず意識してください。これは克服するためですからね。最初ちょっと意識しても行動に反映されなかったりとか、もどかしいですよ。もうめちゃめちゃ大変、縦線まっすぐ引こうとする行動自体が。なのでものすごい、もしかしたら難しく感じるかもしれないんですけど、これをずっと続けること、長く続けること、この練習をおろそかにしないことが縦線上達への近道になります。で、特に女性の方はなんかこう上品にこう脇閉じてこんな感じで描かれる方本当に多い。やっぱその方が可愛いもんだって、なんか女の子って感じで、なんかすごい可愛く描いてるなとは思いますよ。でも決して書道の構えとして全然かっこよくはないです。なのでどちらかというとかっこよく、その構え的にも動作も作法も美しくって考えた時にもやっぱこうなってた方がいいと思います。ある程度自由に動かせるようにもなりますし。そう思いません？こうやって描いてると確か可愛いよ。でもかっこよくはない。こうしましょうっていうことですね。で、今回私がお伝えしたかった腕を大きく動かすっていう動作自体は縦線苦手っていう動画でも実は以前にもお伝えしてるんで、より詳しく見てみたい方はそちらをご覧いただけると嬉しいですし、あとは準備運動ですね。書く前の準備運動っていう動画も出したことあるので、それもかなり縦線書く上で有効なんですね。ぜひその2つの動画ご覧いただいて復習なさってみていただけると、よりこれの効果が実感できるかなと思います。ぜひお試しください。縦角がまっすぐ引けない人の共通点3つ目は、筆を多面的に使えていないですね。どういうこと？多面的って何？筆ってだって先っぽ1点しかないし、先は1つでしょみたいな。面がいっぱいないもんね。だってこうやって見た感じつるんとしてて面とかないじゃん。違うんです。筆には実は表と裏があるんですよ。これめちゃくちゃ大事なこと。 YouTube で初めて言う。いや、ライブ配信では何回も言ってるんですけど、企業秘密ばりの大事なことなんですけど、でも基本でもある。絶対に誰しもが知っておいてほしいことです。じゃあちょっと縦線を多面的に使う動作でお見せしたいと思います。はい、今縦線を右の面と下の面と左の面を使って書きました。はですよね。わかる。すごいわかります。じゃあ次、悪い例お見せしますね。こっちと比較できるように悪い例をお見せします。あれ、普通になんか会社のリズムとかもあったし、いいんじゃない？もう一回悪い例いきます。ちゃんとトン数トンのリズムでかけてるじゃん。いいんじゃない？全然ダメです。これダメなんですよ。なんでかっていうと、この面しか使ってないもん。こっち表裏って考えたら表の面だけで縦線引いたんです。そんなのまっすぐ引けるわけないじゃんっていう感じなんですよね。ちゃんと解説しながらいい例をお見せします。はい、まず起筆。筆の右の面で入筆します。右の面で今入れました。右の面で書いたんですからね。で、はい、言われた通り筆を起こしましたよ。はい、垂直に立てました。次見ててくださいね。こっちの右の面で入筆したから次使ってなかった表の面、まあ下の面とも言うかな、使って書きました。はい、いいですね。下の面使ったら分かりました。で、次いきますよ。収筆。左の面使いながら収筆いきたいと思います。はい、左の面使った。どうです？右下左全部使った。奥以外裏以外全部使ったんです。じゃあちょっと真剣に1本引いてみたいと思います。私がマジで真剣に引きます。マ
マジで真剣に弾いた。今裏も使ったの分かりました？説明しながらだとちょっと裏までは使えなかったけど、もう一回真剣に弾きますよ。右使った、下使った、はい、裏使った。ここまでの動作をするってなるとちょっと激しかったな。今ちょっとやりすぎましたね。この程度でいいや。このぐらいがちょうどいいと思う。若干奥の面も使いながら、縦線だけで筆全面使いましたよ。今裏表右左、今縦線だけで全面使って終えてみました。そうした時の筆の運筆の重厚感って言ったら、もうこっちと桁違いなんですよね。もうなんか重量が全然違います。こっちも 10g しかない線だとしたら、こっち 50g ぐらいまで増量できましたみたいな。こっち脂肪の軽さだとしたら、こっち筋肉ぐらいの重たさにできましたみたいな。そのぐらい違うんですよ。筆を多面的に使うってどれだけの効果かも計り知れない。で、王羲之がすごいって言われてる、書の神様と呼ばれてる有名な古典でいくと蘭亭序とかだと360度の面使ってるから素晴らしいんですよ。みんなそれを学びたいから蘭亭序を学ぶんですよね。楷書でも多面的に筆を使っていくっていう動作が加わると、ものすごく線が引き締まるし、もっと今から深いこと言います。右の面使います。それから次こう縦角で降りていくときに、違う面を使っていく時点で左右からの力が加わってるのと一緒になるので、まっすぐ引かざるを得なくなります。右の面使う。例えばこの縦線極端に左の面使うって思ってみますか？左の面を使いながら縦線引いていきましょう。やばいです。まっすぐ引かないっていうのができなくなります。これもう魔法ですからね。今日は本当にマジで企業秘密言ってる。右の面使って左の面使う。もうこれ YouTube 見てる皆さんで今後縦線引けないって言わせないぐらいのレベルのすごい情報を今お伝えしました。絶対にものにできますので、皆さんも今私がお伝えしたことを徹底的に意識してみてください。びっくりするぐらい、もう楷書のみならず他の書体の運筆法まで劇的に良くなっていくと思います。はい、ということで縦線がまっすぐ引けない人の共通点っていうのを3つご紹介しながら解決策というのをお伝えしてきました。皆さんできそうですか？おさらいしましょうか。1つ目が筆を立てる。これ大丈夫ですよね。で、2つ目が腕を動かす。無意識のうちにこれができてない方が多いので意識をするって大事ですよね。で、3つ目が多面的に筆を使っていこうっていうお話でした。これマジですぐには身につかないと思うんですよ。頭で分かってても行動にするっていうのはものすごく大変なので、やっぱり長い目で見て牛歩のごとくコツコツとっていう姿勢が大事かなと思います。私もこの縦線をまっすぐ引くっていうのを全部習得するのに100発100中で書けるようになるまでって話ですけど、4年ぐらい正直かかってます。私ももともと上手っていうタイプじゃなかったので、皆さんが縦線引けないっていう気持ち超わかるんですよ。すっごい努力して何年もかけて研究して自分で得てきたものっていうのを今日お伝えさせていただいたっていう感じなので、あくまで私のやり方です。なのでもしかしたらその専門書に書いてある情報とちょっと異なるものもあったかもしれないんですけど、私のやり方として一つ引き出しに持っておいていただけるときっと役に立つ日が来ると思いますので、ぜひ皆さんも試してみてください。もし今日の動画役に立ったなと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンお願いします。でもしまだチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録もお願いします。で定期的にライブ配信もしてますので、ベルマークのところもクリックしておいていただけると、今ライブやってますっていうキンキンの告知も行くようになるんで、ぜひベルマークの登録もお願いします。私が話したことを試してみていただいて、うまくいったっていう声もありがたいけど、もしそれでも全然できなかったとかっていうのだと、また私も悔しいからもう一回動画出したいみたいな気持ちにさせてくれるので、うまくできなかったっていうのもどんどん書いていただいて結構です。ですので皆さんぜひ今回の感想をコメント欄にお寄せいただけるととっても嬉しいです。今回も最後までご清聴いただいて本当にありがとうございました。以上です。またお会いしましょう。